赤。それは街の中で最も情熱的で最も特別な意味を持つ色。ある時は一刻を争う現場で命を守る盾となり、ある時は大切な思いを届ける架け橋となる。今日お届けするのは、この赤い色に誇りと使命を背負ったプロフェッショナルたちの記録です。まずは街の安全を司る最強の婦人、消防署の精鋭たちです。14トンの怪力で道を切り開く救助工作車からビル13階の高さまで到達するはしご車まで、その鮮やかな赤は1秒を争う過酷な現場で人々に安心を与える希望の灯火でもあります。続いては雨の日も風の日も街の隅々まで赤を走らせる物流のプロ、郵便車です。一見日常に溶け込んでいるその姿、しかしそこには網の目のように張り巡らされたルートを正確に走り抜く緻密な計算とプロの誇りが息づいています。届けるという使命を果たすため、彼らは今日も街を駆け抜けます。そして都市の景色をデザインする新しい赤の形。真っ赤なボディが目を引くイケバスは電気の力で走る次世代の公共交通。10個のタイヤでゆっくりと進むその姿は街にホスピタリティと優しさを運び込みます。守る、運ぶ、そしてつなぐ。街を支える赤いプロフェッショナルたちの勇姿をじっくりとご覧ください。火事の時救助してくれる消防車、すごい高いところまで伸びるよ。乗り物大好きなみんなはチャンネル登録してね。ハロー、僕の名前はポポ、よろしくね。今日の乗り物ワンダーは消防署で働く仲間たちを紹介するよ。朝早いな、まだ眠たいよ。そんなこと言わないの。今日は消防車のお仕事を見せてもらうんだから。消防車がいっぱい止まってる。これがポンプ車だね。ポンプ車の仕事は火を消すこと。車の中にお水を積んでいて、そのお水を使って火事の現場で火を消すの。車体のあちこちにドアがついてるけど、何が入ってるんだろう。中はこうなってるのよ。すごい、いろんなものが入ってる。火事がどんな場所で起きても対応できるようにホースを乗せているのよ。そして水を出す蛇口もここにあるの。すみません、何をしているんですか？これは消防車が壊れていたりしたら大変なことになるから、毎日こうやって点検をしているんだ。火事の現場に行った時にどこか壊れていたら火が消せなくて困ってしまうから、毎日点検しているのよ。うわー、大変なんだね。ここでクイズ。このポンプ車にはどれくらいのお水が入っていると思う？ 1、500ml のペットボトル300本分。2、お風呂のお湯8杯分。3、プールのお水1杯分。
火を消すのにたくさんのお水が必要だから答えは1かな。正解は2のお風呂のお湯8杯分でした。ポンプ車には1500リットルのお水が入るんだけど、一般的なお風呂が180リットルくらいだから8杯以上の水と同じくらいの量なんだって。ちょっと難しかったかも。あ、消防士さんが集まってきたよ。消防士さんはいつ火事になるかわからないから夜も寝ないで働いているの。そして朝になったら次の日の消防士さんと交代するのよ。僕たちが寝ている間もお仕事してくれているんだね。第2名、総員33名、事後13名、現在1名。あれ、さっきの消防士さんだ。どうしたんだろう。ポポも運転席に乗ってみるかい？本当にいいの？やったー。じゃあ早速お邪魔します。見た感じは普通の車と一緒だけどテレビがついてるし電話もあるよ。これは電話じゃなくて無線といって火事が起きた場所の情報を知らせてくれるのよ。このボタンはサイレンって書いてある。赤いランプを光らせる時もこのボタンを押すのよ。この消防車は6人乗り。後ろの席に最大4人乗ることもできるのよ。いろんなものが積まれているんだね。ポポ、これから消防士さんが特別に訓練の様子を見せてくれるわ。訓練センターに一緒に向かいましょう。やったー、僕も一日消防士さんだ。よし、よし。この背中に背負ってるものは何？空気ボンベよ。火事の現場には体に悪い空気が混ざっていることもあるので、このボンベから空気を吸うの。訓練センターに着いたよ。お待たせしました。ってあれ、別の形をした赤い車がいるよ。これははしご車といって高いところで火事が起きた時に活躍するのよ。すごい、とっても長いんだね。このはしご車は全長 11.67 メートルもあるの。そして何といってもこのはしごが特徴なのよ。最大高さ40メートルまで伸びるのよ。すごいでしょ。ってポポどこにいるの？おーい、ここだよ。いつの間に。優しい消防士さんが一緒に乗せてくれたんだ。僕、高いところ大好き。地上では放水訓練が始まるわよ。早く降りておいで。楽しみ。早く降りるね。お立ちめ。すごい勢いで水が出ていくんだね。ポポンプ車に入っているお水の量はいくつだっけ？1500リットルでお風呂8杯分。えらい、よく覚えていたわね。えへん。もし水がなくなったらどうするの？
ポポは街中でこんなマークを見たことはある？あるある。ポンプ車は街の消火栓からこのホースを使ってポンプ車にお水を入れているのよ。そうなんだ。消火栓のマークを見つけたら邪魔しないようにしないとね。素晴らしいわポポ。さあ最後はポンプ車とはしご車のスペシャル合体技よ。はしご車を使って地上20メートルの消火訓練を行うわ。楽しみ。ちなみに20メートルはこのくらいの高さ。ビル6階くらいの高さよ。あそこまでホースが伸びるのかな。すごくかっこよかったな。ポンプ車もはしご車も隊員の皆さんも一致団結って感じがしたよね。僕たちの街の安全は消防車の仲間たちに支えられてるんだね。そう感謝しないとね。僕も頑張ってみんなから感謝されるヒーローを目指すぞ。今日の乗り物ワンダーは消防車の仲間たちでした。みんなも消防車に感謝しようね。それじゃあみんなバイバイ。乗り物ワンダー郵便車夢とはがきやお手紙を届けてくれる郵便バイク、そして荷物を届ける郵便車やトラックまでたくさんの仲間を紹介するよ。未来へつなぐ乗り物ワンダー。ハロー、僕はポポ。よろしくね。今日紹介するのは郵便バイクと郵便車だよ。この辺りに来れば郵便バイクに会えるって聞いたんだけど、あ、赤いバイクがたくさん止まってる。ポポ、ここは浅草郵便局よ。ポポが会いたがっていた郵便バイクがたくさん止まっているわね。でもまだ誰もいないや。おはようございます。8時になりました。8時終了開始の方はポストマと e キャットログインをお願いいたします。実は出発する前の毎朝8時頃に全員で郵便体操を行っているの。安全最優先の業務を実践し、事故災害を根絶しよう。よし。これは何をしているの？これは日々運転をする郵便局員さんたちが安全運転スローガンを唱和して事故防止に心がけているの。では、天気になります。ご視聴認証しましたか？その後点呼、身だしなみチェックなどをして出発しているのよ。郵便局員さんは細かいところまでしっかりしているんだね。でも
もどうやって手紙を運ぶんだろまずは集荷されたお手紙を配達員さんが区域ごとに仕分けをしていくの。仕分けが終わったら区域ごとにまとめて郵便バイクで配達するの。う。こんにちは、郵便バイク。手紙やハガキなど荷物は荷台や間のカゴに積んでいくのよ。郵便バイクは手紙やハガキを集めたり配達するのが仕事なの。配達するとき手紙などは後ろの荷台や前のカゴに乗せて、大事な書き留めなどは配達員さんが身につけて運ぶのよ。知らなかったな。あ、ポポ、早速配達に行くみたいよ。あれは何をやっているの？郵便バイクはお仕事に行くときに必ず走行練習を行うの。その日に積む荷物の重さが違うので、まっすぐ走れるのかカーブをきちんと曲がれるのかをチェックして事故がないようにしているの。毎日必ずやっているんだ。すごいね。僕もお手紙を配達してもらいたいな。それならお手紙をポストに入れてどうやって運ぶのか見せてもらったら？書いてみるよ。よいしょよいしょ。あらポポ、もう書けたの？お友達に書いたんだ。このハガキをポストに入れて、あ、集荷の人が来た。へえ、こんな風に手紙やハガキが集荷されるんだ。僕の手紙もよろしくね。このポストに書いてある数字は何？取り集め時刻よ。集荷の人がこのポストに手紙やハガキなどを取りに来る時間が書いてあるの。一日に何度も取りに来てくれるんだね。集めた郵便物はまず大きな郵便局に運んで、局員さんたちがみんなで手分けして整理するの。このハンコは何？これは消印といって、郵便物がいつ出されたか分かるように日付のスタンプを押すの。わあ、すごい大きな機械だ。これは何をしているの？これはね、届ける場所ごとに郵便物を分ける機械なの。郵便物がいろんな場所に仕分けられてるでしょ。本当だ。賢い機械だね。でもどうやって見分けてるのかな？そうねポポ、封筒やハガキに届ける場所の郵便番号を書くわよね。その番号が入ったバーコードを特殊なインクで記載するの。それを機械が読み取ることで届ける場所の郵便番号ごとに仕分けてくれるのよ。なるほど、すごいんだね。ものすごく早いからたくさんのお手紙を仕分けられるね。こうして分けられた手紙は書かれた住所に配達されるのよ。あ、郵便車だ。郵便車は主に郵便物や小包などを配達しているの。ポポも街でよく見かけると思うけど、ここでクイズよ。この郵便車は1日どのくらいの郵便物や小包を届けているでしょうか？ 1、10個、2、50個、3、100個。1日に何回も配達しているからな。3の100個。ではみんなも10秒考えてね。
わかったかな？正解は2の50個でした。あー、今度は自転車が来たよ。郵便自転車は狭いところにも入っていけるから、たくさんの家に素早く手紙や荷物を届けられるの。でも郵便バイクや郵便自転車で届けるには遠い場所はどうするの？その時はこの大きなトラックが運ぶのよ。うわー、郵便トラックだ。遠くの町には何度も行けないから、この郵便トラックで一度にたくさんの郵便物を最寄りの郵便局まで運ぶの。そして運んだ先の郵便局が配達をするのよ。それに手紙やはがきはもちろん、大きな荷物も運んでくれるのよ。郵便トラックは頼りになるな。郵便バイクや郵便車などのおかげで手紙や荷物がいろんな町のいろんな家庭に届くんだね。郵便バイクや郵便車のこと分かったかしら？郵便バイクや郵便車、自転車やトラックなどが力を合わせて大切な手紙や荷物を運んでくれるんだね。今日の乗り物ワンダーは郵便バイクと郵便車でした。それじゃあまたね、バイバイ。夢みたいな旅が始まる。真っ赤なボディのイケバスに乗ってツアーに出発するよ。出発進行。乗り物ワンダー。ハロー、僕はポポ、よろしくね。今日はタイヤが10個、池袋の街を走る池バスに乗って池袋を旅するわよ。どんなバスだろう。これが池バスよ。池袋を走るバスだから池バスっていう名前なの。他のバスに比べるとちょっと小さいんだね。スピードも出ないけどタイヤは10個で小回りが利くから細い道も通れちゃうのよ。今日は池バスに乗って豊島区を旅するアトカルツアーに行きましょう。10時10分に出発だから準備してね。楽しみ。私はですね、池バスの今日のご案内をいたします。池バスおじさんってこういうことです。池バスおじさんがご案内と、木所と申します。よろしくお付き合いのほどお願い申し上げます。はい、アトカルツアーというのはアート&カルチャーでございまして、芸術文化を、訪ねていこうというツアーなんです。じゃあ行きますよ。はい、せーの、出発進行。街を巡ってキラキラと池袋を駆け抜けて。池バスは床の部分が木でできているの。池バスおしゃれなデザインだね。街の景色全部そして椅子の色とデザインも全部違うんだって。これもまたおしゃれだな。あそこにも池バス。池バスは全部で10台。しかも内装が全部違うんだって。全部乗ってみたいな。池バスが今日も響かせるカフェの前をゆっくりと進んで。まず最初に皆様をご案内するところはここです。鈴木慎太郎記念館。こうやって街の人と触れ合えるのも池バス、そしてアトカルツアーならではの魅力なのよ。すごい楽しいね。鈴木慎太郎記念館さんでございます。鈴木慎太郎さんはフランス文学者で、実際にここに住んで本を読んだり書いたりしていたの。
当時の日本では珍しいヨーロッパの文化を取り入れた建物だったの。でも実際に生活をしていた部屋は日本の雰囲気ね。すごく大きいお家だね。 Through the streets it rolls so free. Ikebas is where we want to be. Ikebas and round we go. Through the streets with a steady flow. Ikebas is shining bright and true. Every ride's a wonder just for you. じゃあ今日はねこれから、地蔵通りにバスで入っていこうと思いますね。おばあちゃんの原宿地蔵通り。 Flying through the sky. See the town, the sun. いろんなお店の人が手を振ってくれるよ。イケバス大人気だね。あ、巣鴨がいますね。巣鴨ちゃんがいた。巣鴨は地蔵通り商店街の公式イメージキャラクターよ。僕も仲良くなりたいな。 Ikebas round and round we go. Through the streets with a steady flow. Ikebas is shining bright and true. Every ride's a さあそしてね巣鴨と言いますとね還暦になったら履く元気になる赤パンツ屋さんというのがあるんですが、マルジさんというお店がやっているんですね。すごい赤いパンツがいっぱいだ。 Ikebas is ready. Let's go, go, go. この後踏切を渡るんだけど、もしかしたら道路を走る電車に会えるかも。道路を走る電車？今ちょうど都電来ましたね。都電荒川線。あ、ピンクの電車が道路を渡ろうとしてる。 Ikebas is always straight ahead. Lights are flashing. 都電と池バスのコラボ素敵だったわね。 Jump on board. Let's take a ride. Feel the breeze, the city's bright. さあ左側大正大学。はい。今日はですね大正大学の施設の一つ巣鴨大台観音堂、そちらをねちょっとお参りしたいと思います。 We go through the streets with a steady flow. Ikebas shining bright and true. そして池バスは地域の人にとっても愛されているの。でも編集カットされるかもしれない。子供たちからも人気だね。またね、またね、バイバイ。彩る池バスが今日も走り出す。池袋の風を感じながら君も一緒に乗りさあ左側行列がございます。ご覧ください。はい、何の行列か。はい、おにぎりぼんごさんのおにぎりまで。こんにちは。このおにぎり屋さんボンゴはとっても美味しいおにぎりと味噌汁がついて、土日は2時間並ぶこともあるほどの名店なの。さあ次は大塚駅に向かうわよ。こちらがご覧ください。線路の向こう空にそびえ立っている東京スカイツリーご覧いただけますでしょうかね。ここは電車とスカイツリーが一緒に撮れるというねちょっとした名所でございますね。街を巡ってみんなと出会う赤いバスが今日もキラキラ月の景色連れて。そしてここ都電荒川線です。この都電沿いに今少しまだ冬バラが咲き残っておりますが、こちらバラの道です。これ次の向原電停まで約600メートルの間に1150株700種類のバラが植えられています。これね区が植えたり都が植えたものじゃないんです。この地域の人たちのみんなのね共同作業でここにねバラ園を作っています。まだまだアトカルツアーは続くわ。次は大仏様を見に行きましょう。そしてね
ここでこれから次に見ていただくのは千行寺さん池袋空中大仏というところにちょっとご案内をさせていただきたいと。空中大仏ってなんだろう。ちょっと一礼をしてお入りくださいませ。街を駆け抜け止まらないんだイケバス池袋大仏は全部木でできているの。空中に浮いているように見えるかしら。あ、本当だ。こうやって3時間豊島区の歴史を学びながら地域の人と触れ合えるのがアトカルツアーの素敵なところね。とっても楽しかった。というわけで、はい、池バスちょうど今1時になりましたでしょうかね。はい、3時間たっぷりたっぷりお話を聞いていただきました。本当にありがとうございました。お疲れ様でした。どうもありがとうございました。はい、豊島区にあんなところがあるなんて知らなかったな。楽しかった。ちなみにポポ、池バスは10台あるって言ったんだけど、1台だけ見ると幸せになれる池バスがあるんだって。それは何色でしょう。1、虹色、2、黄色、3、白。僕の好きな色、黄色だから2番。どこでも行ける夢みたいな旅が始まる正解。10台ある池バスの中で7号車だけが黄色なんだって。でも必ず毎日走るわけじゃないから会えたらラッキーね。僕ラッキーってこと？やったー。今日はアトカルツアーも楽しくて黄色い池バスにも会えて楽しかったな。またアトカルツアーに行きましょう。